皆さん、こんにちは。チョコジャパのお時間です。今日もラジオを聞いてくださりありがとうございます。今回はおまじないについてお話ししていこうと思います。おまじないっていうのは、何か願い事を叶えたい時とか、嫌なことを避けたい時とか、落ち着きたい時に不思議な力を頼ってするものです。例えば、仕事でとっても大事なプレゼンをしなきゃいけない時とか、学校のスピーチコンテストに出場するとか、うまくいくかな、大丈夫かな、緊張するな、みたいに不安になっている時、日本には昔から親しまれているおまじないがあります。それは手のひらに人っていう漢字を指で書いて、それを飲み込みます。手に人を書いて飲み込むっていう作業を3回繰り返します。緊張してるとき、気持ちを落ち着かせるためにする日本のおまじないといえばこれです。どうして手のひらに人って書くのかというと、いろんな考え方があるんですけど、人の漢字を書くときに指で触る手のひらの部分が、緊張を和らげる効果があるポイントみたいで、人を書くと緊張をほぐせるって考えられてきたようです。これは私も初めて知りました。今までなんで人なのかは考えずに、緊張している時は手のひらに人を書いていました。これをやったからといって、絶対に緊張しなくなるっていうわけではないんですけど、昔から親しまれているおまじないです。私も緊張する場面ではついやっちゃいます。あと、これはおまじないじゃないんですけど、例えば学校のスピーチコンテストに出場して、大勢の人の前でスピーチをしなきゃいけないみたいな時、たくさんの人がこっちを見てて、自分の話を静かに聞いてる。こんな時緊張しますよね。こういう時に、ステージに上がる前に、手に人って書いて飲み込むだけじゃなくて、見てる人はみんなじゃがいもだって思うようにするというのもあります。私は学生の時に英語のスピーチコンテストに出場したことがあって、その時に学校の人、もう友達も先生もみんな集まって私のスピーチを聞いてくれるっていう機会があったんですね。体育館にみんながぎゅうぎゅうになって座ってこちらを見てるんです。緊張するじゃないですか。その発表会の前に指導してくださった先生が、見てる人をじゃがいもだと思いなさいって言ってたのを思い出したんですけど、実際には全然じゃがいもに見えないし、じゃがいもだと思える余裕もなくて、あんまり効果がなかったですね。こんな考え方もあります。人によっては、じゃがいもではなくて違う野菜。あの人はトマト、あの人は人参、あの人はピーマン、みたいに考えて緊張を紛らわすこともあります。要は、見てるのが人だと思うから緊張しちゃうんだから、人じゃないって思おう、みたいな考え方ですね。皆さんは緊張した時どんなことをしますか？今週末は JLPT ですね。このラジオを聞いている方の中で、今回 JLPT 受ける予定だよという方もいらっしゃるかと思います。気持ちはどうですか？楽しみですか？それとも緊張してますか？
緊張していたら、ぜひ試験の前に手に人って書いて飲み込んでみてください。応援しています。それでは、また次のチョコジャパでお会いしましょう。またねー。